皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。今日はオーストラリア一軒家引っ越しのすべてをね、たっぷりお届けします。私が思い描いていた引っ越しとは違い、人生50年、今回が一番大変な引っ越しでした。それはなぜなんでしょう？それはね、見てのお楽しみです。それでは、どうぞ。今日はオーストラリアの引っ越しのすべてということで、マミリーランドのね、一軒家の引っ越しに密着してみました。ここでね、皆さんに質問なんですけれども、皆さんは引っ越しといえば、まずは何を思い浮かべますか？私はね、やっぱり、なんちゃらマークの引っ越しセンターのように、引っ越しのね、業者を手配することを一番に思いついたんです。で、いざ引っ越しのね、話を進めていく中で、一番にね、クリスに相談したのが、引っ越し業者はどうしようかっていう話をしたんですよ。というのも、私、今までね、何回も引っ越ししましたけれども、大体それはシェアハウスからシェアハウスとかで、荷物もそんなにない状態。で、一番大きい引っ越しを今までしたのが、賃貸してた家からクリスの家に一時的に住まわせてもらった時に引っ越しをしたんですけれども、その時も言っても賃貸物件にね住んでてそんなに自分の家具っていうのはなかったので、トレーラーで2回ね往復するだけで引っ越しができたので、その時も業者は使わなかったんですね。でも今回に限ってはその一軒家丸々引っ越しをするし、今までの賃貸とは違って自分のね家だったので家具もどんどん揃えていって、全ての家具が揃っている中でね、絶対に引っ越し業者は使うと私は確信してたんですよ。で、引っ越し業者をどうしようかっていう話をした時のクリスの一言が、そんなん使わないよ。君どれだけかかってるか分かってる？そんなもったいない。僕で十分できるよ。っていう返事だったんですよ。で私も、ってなって、で、ここでね、ちょっと一悶着実はありました。絶対無理だと思って、どれだけの家具があるのか、しかも、それこそね、ダイニングテーブルとかは、私がね、どうしても気に入って奮発して買った天然大理石の机だし、めちゃくちゃ重たいんですよ。で、それをね、傷つけずに本当に運べるのと。やっぱり引っ越し業者は、プロなんだから、その辺はね、ちゃんと考えて運んでくれるはずだからって、だいぶ言ったんですけれども、もう聞かないんですよ。断固としても自分がこうだと思ったら。なので、結局、業者は使わずに自分たちで引っ越しをするという手段になりました。なのでね、もうこれ引っ越し完了の2週間前から、こうやって週末はね、土日両方とも引っ越しにつぎ込んで、ちょっとずつね、荷物を車2台でね、私の車と、あとトレーラーと、あとクリスの車用車と、で、全部使って、引っ越しがね、始まったわけです。このね、ワインダルも、クリスがね、だいぶ苦労しましたけれども、初日に無事運んでくれました。まずね、引っ越し1日目、こんな感じでね、大体のね、植物たちもここにもう運ばれてきました。はい、前日のね、初日が土曜日だったので、今日は日曜日ですね。初日のね、土曜日、昨日ね、だいぶ頑張りすぎたので、今日はね、ゆっくりめでやりました。トレーラーなしでね、この巨大モンステラも運び出して、なんとかね、私の車の荷台に収まりました。で、今日は運ぶと同時に、クリスのね、家の掃除も、しました。じゃないと、これだけの荷物が今から行くし、クリスの家のもだいぶ片付けをして、スペースを空けないと、もうまずね、物をね、整理ができないですね。なので、同時進行でね、やりました。そしたらね、このリネンたち、このシーツたち、これ全部ね、今からね、捨てるやつですね。
はい、残すところね、あと1週間になった最後の日曜日です。次のね、日曜日はもう完全にね、引っ越しを終了しなきゃいけないわけですけれども、今日はね、こうやって大事なね、お酒たちも運んで、このね、日本のものがね、いっぱい並んでたこの棚も空っぽになりました。机のね、ダイニングテーブルの椅子もなくなって、少しちょっとガラーンとしてきた感じですね。今日はまず、ダブルベッドとマットレスを買ってくれる方を見つけたので、その方のね、ところまで運ぶのに、クリスにね、持って行ってもらってるのを今積み込んでいる最中ですね。で、クリスがね、ベッド運んでいってる間に、私は少しでもね、荷物を整理して、運び出して、すぐにね、積んで持っていけるようにしています。このね、引っ越し動画をね、見てもらったらね、よくわかるような気がするんですけれども、空は私の後追いをすごいします。私がね、視界からね、いなくなるとすごい不安みたいで、いるところに覗きに来ますね。このね、食料庫のもの運び出すのがね、意外と大変でした。小物が多いし、なかなかね、こういうキッチン用品なので、一つ一つ運ばないといけないのがね、大変でした。でね、ワインもね、全部なくなって、これからね、持っていきます。次はクイーンサイズのマットレスをね、運び出そうとしてるんですけれども、これ実は私が初めて賃貸した時に買った初めてのね、マットレスで、ベッドフレームがなくって、マットレスだけでね、寝てた時から使用してたものです。これがね、クリスの車用車にね、入るかなと思ったんですけれどもね、いくら頑張ってもね、無理だったので諦めて、これは最後のね、当日に運ぶことに決めました。はい、いよいよね、引っ越し3日前になりました。はい、今日はね、パッキングというよりは、掃除をね、メインにやっていきました。この掃除もですね、引っ越した後に、掃除業者さんがちゃんと入ってくれるんですね。でも、その見積もりを出した時に、3部屋で、この一軒家のこの広さでってなったら、$600って言われたんですね。で、高っと思ってしまって、で、その時に、じゃあある程度私が掃除をしてたら、その分その方の負担が減って、料金って安くなるんですかって聞いたら、その通りですって言われたので、今ね、できる限りちょっとでも、安くあげようと思って、必死にね、掃除をしているわけでございます。さて一体ね、掃除代金はどこまで減らせたのか、またそれはね、動画のね、最後の方でお知らせします。今日はね、掃除以外にもたくさんね、料理もしました。もうこれから絶対ね、もう料理する時間もないし、そんな気力もないし、そもそもね、もうキッチンもね、使いたくないなと思ってたので、今日最後、思いっきりキッチンでね、料理して、で、キッチンも最後の片付けに入って、綺麗にね、ガスコンロもね、掃除したんです。なので、これからはね、もう、電子レンジでね、チンできるようなもの、例えばパスタだったら湯がくだけでいいので、ボロネーゼソースとか、あとクリームシチューとか、あとご飯もね、大量に炊いて、いつでもね、食べれるようにしました。
はい、引っ越し終了までね、あと2日に迫った、これがね、最後の土曜日です。この日がね、またね、すっごい雨と風と、そしてめちゃくちゃ寒い日だったので、結構きつかったですね。もうね、明日にはね、私のダイニングテーブルが運ばれてくるので、スペースもね、開けなきゃいけないので、このもともとね、クリスが使ってたダイニングテーブルも運び出しました。これがね、引っ越し終了前日のね、家の中ですね。もう物置状態、ゴミ箱状態、もう足の踏み場がね、ないようになってきてますけれども、いよいよね、明日が最終日です。おはよう。Hello. おはよう。Ohio. もうね、この日はね、朝からね、お忙しだったんですね。理由はね、また後で説明しますけれども、まずはね、犬たちを避難させないといけないんですね。バイバイ、花、バイバイ。犬2匹と猫1匹、そしてクリスとね、一旦バイバイして、私はね、私のやるべきことを今からやっていきます。はい、皆さんおはようございます。引っ越し当日の朝になりました。先ほどね、クリスと犬たち、猫とバイバイしました。今ね、彼たちは、クリスのね、家に一旦向かってます。そこで犬と猫を落として、で、今日はね、一日、クリスの上のお姉ちゃんにね、ペットたちを見てもらおうと思います。クリスたちもね、荷物の出し入れして、ドア開けっぱなしにしなきゃいけないし、で、私もこの家のね、最後の掃除を今日はしなきゃいけないので、犬たちがね、いたらまた毛が舞うし、掃除がね、エンドレスになるので、今日お姉ちゃんにね、お願いして一日見ておいてもらうことにしました。荷物がね、出し入れするときは、ちょっと部屋の中にね、閉じこもってもらって、出ないようにしないとまた花がね、逃げ出してしまうので。で、そうですね。今日はね、5時半から起きて、今6時半なんですけれども、5時半過ぎからね、起きて、コーヒーを飲んで、犬たちと猫とご飯あげて、で、それからね、一日がスタートしてます。まだね、辺りも暗くて、そろそろ日がね、照ってくる頃ですけれども、今日もね、ちょっと一日雨予報なんですよね。なので、寒いし、暖かくしてね、今日一日乗り切りたいと思います。いよいよ最後。ね、少し昨日の夜もね、また感傷的になりましたけれども、自分がね、建てた家、で、3年近く暮らした家、最後ね、綺麗にして、バイバイしたいと思います。それではね、最後の一日をどうぞ。最後のね、最後までね、実は本当に自分たちでするのか、本当に引っ越し業者に頼まなくていいのかっていうのは、話し合いをね、したんですけれども、やっぱりもうクリスはね、絶対自分たちでするっていうことなので、先ほどね、犬たちを連れて家に帰った後、そのまま、トラックをね、
借りて、今日は一日ね、トラックをレンタルして引っ越しすることになったのでね、トラックで帰ってくることになっています。なのでね、その間に私は少しでもできることをして、すぐにね、積み荷ができるような状態にしていっています。辺りもね、すっかり明るくなりました。で、クリスがね、トラックを借りて戻ってきました。今日はね、天気予報、雨予報だったんですけれども、全然雨降らなくって、こんな感じで、青空もね、見えてて、いい意味でね、天気予報がね、外れました。はい、早速ね、これはね、洗濯機を運び出しております。これね、本当に積み荷用のトラックなので、こうやってね、昇降するんですね。ちなみにね、今日はね、この方はね、クリスの仕事の同僚の方で、一日手伝いに来てくれました。今までにクリスも2回ね、この方の引っ越しを手伝ってるっていうことなので、今回ね、心よく引き受けてくれたということで、とってもありがたかったです。はい、どんどん行ってみましょうということで、次はね、冷蔵庫のようですね。今回ね、自分たちで引っ越しをするっていう時も、私はもう絶対に重いものは運ばないし、運べないし、やりたくないので、もうそれは承知の上で自分たちで引っ越しをするっていうふうに決めました。これ私のね、大理石のテーブルなんですけど、ほらね、大の男2人でも結構ふらついてるでしょ。もうね、最後の最後までね、本当に落とさないかもめっちゃ不安でした。ほらもうクリス、今にも落としそうな顔してるもん。お昼休憩もね、挟んで無事にね、トラックが埋まりました。実はね、全部の家具が入らなかったんですよ。だから言ったのにっていう、ここでもね、少し喧嘩になりましたけれども、とりあえず、トラックでね、クリスの家に向かってもらって、この後、クリスがね、また帰ってきて、残ったね、家具は私の車とクリスの車でね、また第2弾で運びました。私はね、一人でここに残って、残りの掃除をしていくわけですけれども、ここがね、食料庫だったところですね。もう全部、荷物出して、きれいに全部拭いて、こんな感じになりました。掃除のね、費用を減らしたいっていうのももちろんあるんですけれども、やっぱりね、3年間自分が建てて住んだ家、初めてのね、マイホーム、やっぱりね、綺麗にして終わりたいっていう気持ちの方も強いです。ちなみに掃除の金額ですけれども、この後ね、掃除業者に入ってもらって、最後請求書が来たんですけれども、もともとのね、見積もりは$600。結局、請求額はね、$200ということで、3分の1に減らせました。それと、トラック1日のレンタル代が$180。で、ガソリン代は別途実費だったので、それがね、$94かかったので、総額ね、$474。これが安いのか高いのかは、私にはね、よくわかりませんけれども、とりあえず終わりました。ねえ、もう本当にキッチンの上も何もなくなったし、もうここダイニングテーブルがねあったところもなくなったし、テレビもなくなったし、ソファーもなくなったし、ね、キッチンもきれいさっぱりなっちゃった。冷蔵庫もなくなりましたね。本当にもうね、母の部屋もね、何もなくなっちゃって当然ですけど、ね、一日犬がいないだけでもね、すごい寂しかったな今日なんか一人で家の掃除してたら。これをね、私の部屋もきれいにさっぱりなくなりました。ランプとね、このシーリングファンも置いていくんですけれども、もう本当にここも何もなくなりましたね。鏡もね持っていったんですよ。だか
から全部本当になくなっちゃったねっていう感じです。ということで、この家からねお届けするのは今日が最後になります。YouTube ね始めてなんとね奇遇なことに今日でね1年目なんですよ。ちょうど1年経って去年の今日この日付に YouTube 第1弾出してたんですね。私なんかそういうのね気にしない人もいるんですけど、私もこういうなんか巡り合わせ的ななんか割とそういうのスピリチュアルなのは割と信じてしまう方で、なので、この1年目 YouTube 初めて1年目の節目で最後の日が YouTube1 周年記念ということで、またね次から新しい生活でね新しいマミリーランドをお届けしていきたいと思います。ネガティブばっかり考えるんじゃなくって、クリスともね言ってたんですけれども、いい方にね目を向けてもうねこの行き来をしなくていいっていうことと、もう将来のためのね計画としてねいいスタートが切れてるかなって思うので、いい方向にね考えながら、ちょっとまだね感傷的な部分もありますけれども、初めてね建てた家3年弱住んだのか、本当ね思い起こせばねいろんなことがあって、なんかこの雰囲気が今なんかできてすぐに鍵もらってなんかできたのを思い出して、時すごい、嬉しかったなって思って、なんかそういうのをね思い出しながら、ちょっとやっぱり寂しい気持ちもありますけれども、楽しいことが待ってると思って、まだね新しい生活を頑張っていきたいと思います。家を建てるっていうのもあれなんですってね、1回目ではなかなか自分の思い通りの家が建てれないで、3回目ぐらいでやっと自分の好きな家が設計できるってなんかよく聞くのでね、次クリスの家を2人でリノベーションするときには、この家でできなかったことをできるようにねもっと理想に近づけるようなそんな家づくりをねしていきたいと思います。それではこのマミリーランド、この私がね建てたこの家からは今日が最後になります。皆さん本当にまだね撮ってる動画とかがあるのでちょこちょこね出てくるんですけれども、生活時代はね完全に田舎暮らしにね切り替わっていきます。これからもね引き続き楽しんでいってください。それではSo easy, but now I can't even get through to your mind. 'Cause you don't wanna listen. I know everything about you. Like it's hard for you to be true. Oh, funny how it changed in a matter of time. Phone is ringing, always at a bad time. Every time you flash your name. Always leaving, then you got me chasing you like I'm the one to blame.